なんか真面目だよ。いや本当ありがたいですね。本当にどこの今の骨のかわからないような男を。皆さん食べやすいように切ってるんですけど、切らんでくれって怒られることもあるんで、自分のね、やりたい思うことを続けれるのがね、やっぱりすごい、はやっぱり始めた時にはどうなるんだろうとか思ったけど、店開いた時は店開いた時はやっぱり石の上にも3年やっぱりもう3年過ぎるとぼっと落ち着いてね、なんかもう徐々にもう人の信用をね、やっぱ取るだけよね。そうですね。信用一番。ゆうちゃんぐらいのもんよ、真面目なの。なんか真面目だよ、ほんま。11時半でしょ。11時から。そうです、11時ですね。平日はだいたい9時半ぐらいにつけてて、土日はもうちょっと早いんですけど。そんだけ早く火を入れないと温まらないってことですよね。そうですね、やっぱ50分ぐらいは温めないといけないですね。結構大変ですね。ですね。で、ちょっとここの最初のガスの塩梅を間違うと、ちょっと1日鉄板がなんか調子悪いんですよね。なんで、ちょっと一発目の火の強さはちょっとちゃんと見とかないといかんとです。おお、大変ですね。そうですね。食感的にあんまりあれ違いますよね。なんでこの微妙な大きさってなんか機械で表現できるのかなって思ってるんですけど、でもなんかいろいろ機械の展示会とか行ったら結構良くなってるんで、
そうか、新しい技術が。うん、違うんですか、そのキャベツによって切り方を変えてるんですか。そう、今は寒玉なんで結構締まったやつが来るんですけどね、は今のキャベツすごいいいんで、うん。ちょっと結構細くてもいいかなっていうことと、夏とかのだとちょっと太めに切ったりとか、そういう調整はしてますけどね。そうですね、これも広島のお肉屋さんから取ってますね。まとめて。もうじゃあそこら辺はなんか徹底されてるというか、もうそうですね、やっぱり、まあ、麺もなんですけど、この牛すじの肉に関しては、なんか結構お客さんに好評なんですよ。また温めてたんです。温めてますね。ちょっと最初硬い。白山さんは先に麺をこう焼いとく。そうですね。お客様来られる前に味をつけて、ラードとソースで炒めといて、味はなるほど。製麺所の方から送ってもらってるんで。ちなみになんかどことか言っても大丈夫なんですか。宇品の方の製麺所の方製麺所さんから送ってもらってるんですけど、2日に1回ぐらい送ってもらってあ、結構、まあそうですよね。そんなに持つもんじゃないからます。そうなんですよね。大変ですよ、それ。これ一個ずつやっていくんですね。ええなんかまとめて焼いてるのかな。なんか個別になってるからそういうもんなんですね。その先に焼くのがやっぱりいいんですか。そうですね、まあ味の部分もそうですし、お客様来られて待たせてもいいと思うんですけど、両方の部分ですね。調理が早くなる。やっぱりどうしても焼くのに時間がかかっちゃうんで、仕込みだけでもできるところまでやっといて。宮田さんのそのヘラ、ちょっと角度がこう、他の人よりこうなんていうんですか、90度じゃないですけど。そうですね、ちょっと曲がってるんですけど、それはこだわりですか。いや、そうですね、毎日やってたら、これがしっくり強い感じで。
あ、そうです。これはそうですね。うん豚バラ。というか国産のあと厚みを指定をして、あとはあれですよね、赤身と脂身の塩梅なんですけど、これがすごい難しくて。難しいですよね。夏の豚さんはあんまり餌を食べきれないので、あんまり脂が乗らない。ああ、逆に。ちょっと夏バテしてるんで、夏バテ人間と一緒で豚の。赤身が多くなってちょっと細くなってくるんですけど、冬は逆なんですよね。なんですけど、まあそこの油が多すぎてもいかんし、赤身ばっかりでも難しいんですけど、ちょっとそこは肉屋さんといつも相談しながらやってますね。大事です。はい。宿題。じゃあ部活やってる人とかぐらいですね。そうですね、部活やってる子がまあって感じと、あとはまあ普通の方、サラリーマンの方。そうですね、来てくれればみたいな感じで。撮ってるんだろうってなりますけど。本当ですね。好きあらばキャベツを切るみたいな感じですか。そうですね、もう好きがあればねやっちゃいますね。もう夜も大変だから。どうしても結構一日に使う量も結構あるんで。お店はどのくらいやられてるんですか。お店はですね、2011年からやらせてもらってるんで、13年ぐらいですかね。もともとその修行というか平野さん広島でやってたわけですか。そうですね、もともとこっちでサラリーマンやってたんですけど、で友達が広島大学にいたんで、それでちょっと広島遊びに行ってた時にいろいろお好み焼き屋さん連れてってもらって、で何回か行くうちに平野のおかみさんのところに連れてってもらったんですけど、でその時にすごい好きだなと思って、で定期的に広島に行く時に平野に行かせてもらってたんですけど、でまあそれから何年かサラリーマンやってたんですけど、でちょっと修行したいなと思ってでですね、くすぶってたんで、ちょっと広島の友人にちょっと仲介してもらって、ちょっと修行をお願いしたいということで受け入れてもらって。よくね、お聞きいただきましたね。いや本当ありがたいですね。本当にどこの馬の骨のかわからないような男を。平野さんの教えてもらいつつ焼きながらみたいな。そうですね、最初は仕事してというか。はいキャベツから切らしてもらって、芯から取ったりとかそういうとこから始めさせてもらってって感じですね。徐々に一緒に焼かしてもらって始めましたね。どのくらいやられたんですか。3年弱ぐらいだったですかね、おらしてもらって。3年勉強して独立みたいな。そうですね、広島のおかみさんの場所が結構学生街にあったんで、福岡でも同じような似てるかも。似てるところで探してたんですけど、まあ副大とかいろいろ大学ある中で副大のところで出店させてもらったっていう経緯ですね。
べに行ったんですけど、一個ずつその指差し確認して何を焼いてるかみたいなのをしっかりやってました。なんか真面目だよ、ほんま。
白い関係。平野さんの生焼きの特徴を聞きたいんですけども、豚が分厚かったりするじゃないですか。はい。ああいうのは特徴。そうですね、厚みのある豚で脂を出して焼いてますね。それが平野の特徴でもあるんで、こだわれるところは、こだわってますね。はい。お好み焼きに入らないぐらい大きくて、こう、枚枚数もあって。そうですね、やっぱ食べ応えがあるんで、はい。やっぱりやったらちょっとこう時間がかかるんですね。あんだけ熱いと。そうですね、やっぱり肉が焼けるのに、まあ普通に純粋に時間はかかりますね。ただその分油がしっかり出るんで、はい、ラードの旨味と、肉の旨味、甘みだったりっていう感じがキャベツとかに全体的に回るって感じで。豚肉をこう入れるところを結構工夫されてましたよね。工夫っていうかなんか。そうですね。真ん中ってやっぱり焼きにくいんで、やっぱ油はやっぱ外の方がいいんですね。中が赤身でっていうのが一番理想なんですね。はい。イカ天を入れられるお客さんはちょっとこだわりがあるお客さんが結構多いんかなっていうイメージがあって、なんでそういうお客さん基本的にカウンターのお客さんが食べやすいように切ってるんですけど、切らんでくれって怒られることもあるんで、お伺いをしてからやってますね。
大丈夫だったら辛麺とかもやってるんですけど、そうですか。もう普通のやつもいいですね。大丈夫です普通のが今回は辛麺もなんか流行りというか結構いますよね。でも好きな人いますよね。水玉そばライスはやること多いですね。両方やらなきゃいけない。そうですそうです。だけどでも宮津さんがこの平野に惚れ込んだ理由はどこだったんですか。ライスとかもありますけど。そうですね。ライスの入ったお好み焼きって食べたことなかったんで。ナイスナイス。はい。今お腹いっぱいになりますし、食感も面白いし。面白い。食べれます？大丈夫ですか？結構大きいですね。食べれます？大丈夫です。大丈夫だけどどっちか言ってくれよ。平野さん、なんか頑張ってほしいんですよ。このお店しかないので。いや、そうなんです。だからね、やっぱり僕頑張ってママさんの思いをねっていうか、もうママさんは今この前に行かれた前の店から僕知ってるっていうか、場所だとかも教えてもらったことあるんで、移転前、ここで流行らせたんだって思いましたもん。路地裏で、今のところも路地裏ですけど、人気が出る前の路地裏だったんで、もう何のお店が入ってもダメな場所だったらしいんですよ。そこからママさんのね歴史が始まってるんで、やっぱりここで平野を続けることが一番のね恩返しです。それはもう自分も頑張って続けていきたいですけどねって思ってます。
りがとうございます。